私たちの宇宙には、まだ解き明かされていない多くの謎が存在します。その中でも特に興味深いのが、光と重力の不思議な関係です。一見すると全く異なるように見えるこの2つの現象は、実は深い結びつきを持っています。今日は、アインシュタインの一般相対性理論から最新の観測結果まで、光と重力の神秘的な関係性について、じっくりと解き明かしていきたいと思います。私たちの身の回りにある光は、太陽の光や電灯の明かりなど、様々な形で存在しています。一方で重力は、リンゴ柿から落ちる時や、月が地球の周りを回る時など、常に私たちの生活に影響を与えています。これらは一見すると、全く別々の現象のように見えますが、実は深い関係性があるのです。2019年、人類は初めてブラックホールの撮影に成功しました。その画像で見られる黒い影は、重力が強すぎて光さえも脱出できない領域を示しています。これは、光と重力の関係性を示す最も劇的な証拠の一つと言えるでしょう。しかし、なぜ重力は光に影響を与えることができるのでしょうか。光は質量を持たないはずなのに、なぜ重力の影響を受けるのでしょうか。この謎を解き明かすために、まずは時間を18世紀まで遡ってみましょう。1783年、イギリスの聖職者であるジョン・ミッチェルは、とある興味深い予測を行いました。当時は、光の正体についてまだ多くの謎が残されていた時代でした。ニュートンは光を粒子として考えていましたが、他の科学者たちは波としての性質を主張していました。この論争の中で、ミッチェルは大胆な発想を行ったのです。もし光が粒子であるならば、他の物体と同じように重力の影響を受けるはずだと考えました。これは、現代の私たちからすれば単純すぎる考え方かもしれません。しかし、当時としては革新的な発想でした。ミッチェルは、光の速さについても興味深い考察を行っています。彼は、光の速さは有限であり、十分に強い重力場があれば、光は減速し、最終的には止まってしまうと考えました。これは、現代のブラックホールの概念に驚くほど近い考え方でした。彼は、十分に質量の大きい星の重力場に捉えられた光の粒子は減速し、停止し、最終的には落下するだろうと考えました。これは、現代でいうところのブラックホールの存在を初めて予測したものでした。ミッチェルの友人であるヘンリー・キャベンディッシュも同様の考えを持っていました。彼は、光の粒子が巨大な物体の近くを通過する際に、その進路が曲げられるだろうと予測しました。興味深いことに、この二人の予測は、当時としては間違った仮定に基づいていたにもかかわらず、結果的には正しい現象を言い当てていたのです。彼らは、光が減速できると考え、また質量を持つ物体と同じように重力の力を受けると考えていました。これは、ニュートンの重力理論に基づいた考え方でした。しかし、現代の私たちは、重力も光も、彼らが考えていたよりもはるかに不思議な性質を持っていることを知っています。私たちが重力として感じる力の正体は、実は時間の流れの歪みによって引き起こされているのです。これは一般的に理解するのが難しい概念かもしれません。身近な例で説明してみましょう。例えば、あなたが高層ビルの最上階にいるとき、地上階よりもわずかですが時間の進み方が速くなっています。これは映画の SF のような話ではありません。実際に GPS システムでは、この時間の違いを考慮する必要があります。衛星は地球の周りを周回していますが、その高度では時間の進み方が地上とは異なります。もし、この時間の違いを補正しなければ、GPS の誤差は1日で約 10km にも及んでしまいます。身近な例で考えてみましょう。双子の兄弟がいるとして、一人が地上に住み、もう一人が高層ビルの最上階に住んでいるとします。数十年後、二人の年齢を正確に測定すると、わずかですが高層ビルに住んでいた方が若くなっています。この違いは非常に小さく、人間の寿命程度では実感できないレベルですが、確実に存在します。より極端な例として、ブラックホールの近くでは、この時間の遅れは劇的なものとなります。映画インターステラーでも描かれていたように、ブラックホールの近くでは時間の進み方が地球とは大きく異なります。
この映画は科学監修者として著名な物理学者キッド・ソーンが参加しており、描かれている時間の歪みは科学的に正確なものでした。これは実際に原子時計を使って証明されている事実です。2010年、科学者たちは高さわずか 33cm の違いでも、時間の進み方に違いが生じることを実験で示しました。この時間の歪みは、質量が大きければ大きいほど顕著になります。ブラックホールの周りでは、この時間の歪みが極端に強くなり、光さえも影響を受けることになるのです。では、光はどのようにしてこの時空の歪みを感じ取るのでしょうか。光は不思議な性質を持っています。光は時間を感じることがなく、また質量も持っていません。それにもかかわらず、アインシュタインの一般相対性理論は、光が重力の影響を受けることを予言しています。この予言は、1919年のエディントンによる皆既日食の観測で見事に証明されました。太陽の周りを通過する星の光が予測通りに曲げられていたのです。この発見は科学界に大きな衝撃を与えました。ニュートンの重力理論に代わるアインシュタインの一般相対性理論の正しさが証明されたのです。この観測は第一次世界大戦直後の1919年5月29日に行われました。エディントンはアフリカのプリンシペ島で皆既日食を観測しました。日食の間、太陽の周りに見える星々の位置を注意深く測定したのです。通常、太陽の明るさのために見ることができない星々が、日食の間だけ観測可能になります。これらの星からの光は、太陽の近くを通過する際に曲げられます。その結果、星の見かけの位置が、実際の位置からわずかにずれて見えるのです。このずれの大きさは、アインシュタインの理論が予測した値と見事に一致しました。これは、光が重力によって曲げられることの決定的な証拠となりました。現代では、このような重力レンズ効果を利用して、遠方の天体を観測することが可能になっています。これは現代の天文学における最も重要な観測手法の一つとなっています。2024年には、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が、重力レンズ効果を利用して、宇宙最初期の銀河の観測に成功しました。この観測により、宇宙誕生からわずか3億年後の銀河の姿を捉えることができました。重力レンズ効果は、まるで巨大な虫眼鏡のように機能します。例えば、大きな銀河団があると、その重力によって後ろにある天体からの光が曲げられます。この効果により、遠方の天体が複数の像として観測されることがあります。これはアインシュタインクロスと呼ばれる美しい現象を生み出すことがあります。4つの像が十字型に配置される様子は、まさに宇宙の芸術とも言えるでしょう。また、重力レンズ効果は遠方の天体を明るく見せる効果もあります。これは、光が集められることで、通常では観測が困難な暗い天体も観測可能になるためです。この効果を利用して、宇宙最初期の銀河や、遠方のクエーサーなどが発見されています。巨大な銀河団が作り出す重力場は、その背後にある天体からの光を曲げ、自然の望遠鏡として機能します。これにより、通常の望遠鏡では観測できないような遠方の銀河も観測することができるようになりました。2022年には、このような重力レンズ効果を利用して、宇宙誕生から約3億年後の銀河が発見されています。では、なぜ光は重力の影響を受けるのでしょうか？この疑問に答えるために、アインシュタインは等価原理という革新的な考え方を導入しました。等価原理とは、重力による引力と加速度による見かけの力は、区別することができないという原理です。例えば、エレベーターの中で突然上向きに加速されたとき、私たちは普段よりも重い感覚を覚えます。この感覚は、重力が増加したときと全く区別がつきません。この等価原理を使って、光と重力の関係をより詳しく見ていきましょう。宇宙船の中にいることを想像してください。この宇宙船には大きな窓があり、外の宇宙空間を観察することができます。船内では、あなたは無重力状態を楽しんでいます。突然、宇宙船のコンピューターが警告を発します。巨大な宇宙生物を避けるため、緊急加速が必要だというのです。エンジンが点火され、宇宙船は上方向に加速を始めます。この時、あなたは床に押し付けられたような感覚を覚えます。これは、地球上で感じる重力と全く同じ感覚です。ここで、窓の外を見てみましょう。
遠くの星々からの光が窓を通して船内に差し込んでいます。あなたはレーザーポインターを取り出し、窓の向かい側の壁に向けて光を照射します。一見すると、レーザー光はまっすぐに進んでいるように見えます。しかし、実は加速による効果で、光の経路はかすかに曲がっているのです。これは、外部の観測者からより明確に確認することができます。宇宙船の外から見ると、レーザー光は放物線を描いているように見えます。これは、ちょうど地球上で水平に投げたボールが描く軌道と同じような形です。ただし、光の場合は、その曲がり方がはるかに小さくなります。なぜなら、光の速度は非常に大きいためです。この現象は、アインシュタインの等価原理を完璧に説明しています。この宇宙船が一定の加速度で上昇しているとします。船内で水平方向にレーザー光を発射したとき、光は直進するように見えますが、実際には曲がった経路をたどることになります。これは、船が加速している間に光が移動するため、光が到達する位置が少しずつずれていくためです。この現象は、地球上での重力の影響と全く同じ効果を生み出します。実際、2017年の来後、レーザー干渉系重力波観測所による重力波の観測は、この理論の正確さを改めて証明しました。さらに興味深いことに、重力は光の色にも影響を与えます。強い重力場から脱出しようとする光はエネルギーを失い、より赤い色に変化します。これは重力赤方変異と呼ばれる現象です。例えば、地球の重力圏を脱出する光は、わずかですがより赤い色になります。この現象を、より身近な例で説明してみましょう。遊園地のジェットコースターを想像してください。上り坂を登っていくとき、車輪は常に回転していますが、重力に逆らって進むため、スピードは遅くなります。光の場合も同様に、重力場から脱出するときにエネルギーを失います。ただし、光の速度は変化しません。代わりに、波長が長くなるのです。可視光線の場合、波長が長くなると、より赤い色に見えます。これは、夕焼けが赤く見える理由とは異なりますが、似たような色の変化が起こります。実際、この効果は非常に精密な実験で確認されています。1960年、ハーバード大学のポンド博士とリグケ博士は、わずか 22.5 メートルの高さの違いでも、この効果が測定できることを示しました。彼らは、放射性同位体から放出されるガンマ線を使用して実験を行いました。ガンマ線は可視光線よりもはるかにエネルギーが高く、波長が短い光です。この実験では、高さの違いによってガンマ線の周波数がわずかに変化することが確認されました。この変化は、アインシュタインの理論が予測した値と完全に一致していました。現代では、この効果はより精密な原子時計を使って測定されています。2015年には、NICT が開発した光格子時計を使用して、1センチメートルの高さの違いでも時間の進み方が異なることが確認されました。ブラックホールの近くではこの効果が極端に強くなり、光は完全に赤方変異して、最終的に見えなくなってしまいます。これが、ブラックホールが黒く見える理由の一つです。2019年に撮影された実際のブラックホール画像でも、この効果を確認することができます。画像の中心部が完全な暗闇になっているのは、この重力赤方変異の極限的な例と言えるでしょう。光の性質についても、より深く理解する必要があります。私たちが日常生活で経験する光は、非常に不思議な性質を持っています。例えば、ガラスのコップに入れた水に差し込む光が曲がって見える現象。これは光の屈折と呼ばれる現象で、光が異なる物質の境界を通過するときに起こります。また、シャボン玉の表面で見られる虹色の模様。これは光の干渉という現象で、光の波としての性質を示しています。これらの現象は、光が波として振る舞うことで説明できます。しかし、光には別の顔もあります。光は同時に粒子としての性質も持っています。この粒子はフォトンと呼ばれ、エネルギーの小さな塊として振る舞います。デジタルカメラのセンサーは、このフォトンを一つ一つ検出することで画像を作り出しています。太陽電池パネルも、フォトンのエネルギーを電気エネルギーに変換しているのです。この波と粒子の二重性は、量子力学の基本原理の一つです。2021年の実験では、
一つのフォトンが同時に複数の経路を通る様子が観測されました。これは、光の波動性と粒子性が同時に現れる典型的な例です。このような光の二重性は、重力との相互作用をより複雑なものにしています。しかし、アインシュタインの一般相対性理論は、この複雑な相互作用を見事に説明することに成功しました。光は波としての性質と粒子としての性質を併せ持つ、量子力学的な存在です。オランダの物理学者ホイヘンスは、光を波として考えることで、多くの光学現象を説明することに成功しました。彼の提唱したホイヘンスの原理は、波としての光の振る舞いを見事に説明します。この原理によると、光の波面の角点が新たな波の源となり、それらの波が重なり合って光の進行方向を決定します。これは、水面の波紋が広がっていく様子を思い浮かべると理解しやすいでしょう。この波としての光の性質は、重力上での光の振る舞いを理解する上で重要な手がかりとなります。アインシュタインは、重力上での光の屈折をホイヘンスの原理を使って説明しました。ただし、ここで2つの重要な過程が必要でした。一つは、光が古典的な平面波として振る舞うということ。もう一つは、重力場の中では光の速度が変化するように見えるということです。一見すると、光の速度が変化するという考えは、相対性理論の基本原則に反するように思えます。しかし、これは観測者の立場によって異なって見えるのです。例えば、地球の重力場の外から観測すると、重力場内での光の速度は遅くなったように見えます。これは、重力場内での時間の遅れと空間の歪みという2つの効果が組み合わさった結果です。しかし、重力場の中にいる観測者から見ると、光は常に一定の速度で進んでいるように見えます。これは、相対性理論の本質的な特徴の一つと言えるでしょう。2020年の観測では、強い重力場での光の振る舞いがさらに詳しく調べられ、アインシュタインの予測が極めて正確であることが確認されました。実は、私たちの GPS システムでも、この重力による時間の遅れを考慮する必要があります。GPS の精度を保つためには、衛星と地上での時間の進み方の違いを補正しなければならないのです。このように、重力と光の関係は、私たちの日常生活にも密接に関わっています。宇宙の構造を理解する上で、この関係性は極めて重要です。例えば、遠い銀河の観測では、重力レンズと呼ばれる現象が利用されています。これは、手前にある巨大な天体の重力によって、後ろにある天体からの光が曲げられ、レンズのような効果を生む現象です。2021年には、この重力レンズ効果を利用して、これまで見ることができなかった遠方の銀河が発見されました。私たちの理解は、日々新しい発見によって深まっています。しかし、私たちの宇宙についての理解は、まだ完全ではありません。例えば、宇宙の膨張を加速させている暗黒エネルギーの正体は、依然として謎に包まれています。この暗黒エネルギーは、重力に逆らって宇宙を押し広げる力を持っています。これは、私たちの重力についての理解にも新たな課題を投げかけています。さらに、重力と量子力学を統一する理論も、まだ完成していません。量子重力理論と呼ばれるこの分野は、現代物理学の最大の課題の一つとなっています。2023年には、ホーキング放射と呼ばれる現象の実験室での再現に成功したという報告がありました。これは、ブラックホールが量子効果によってわずかなエネルギーを放出するという理論を裏付ける重要な一歩となりました。私たちの宇宙についての理解は、観測技術の進歩とともに深まっています。2024年には、次世代の重力波検出機が稼働を開始する予定です。これにより、さらに多くの重力波イベントを観測できるようになり、重力と光の関係についての理解も深まることが期待されています。宇宙の謎は、一つ解明されると新たな疑問が生まれます。その代表的な例が、ダークマターとダークエネルギーの謎です。私たちの宇宙は、目に見える通常の物質はわずか 5% 程度しか含まれていません。残りの 95% は、ダークマターとダークエネルギーで構成されていると考えられています。ダークマターは、重力は及ぼすものの、光とはほとんど相互作用しない謎の物質です。銀河の回転速度を観測すると、
目に見える物質だけでは説明できない重力の存在が明らかになります。これは、見えない何かが存在することを示唆しています。2023年には、ダークマターが作り出す重力レンズ効果の詳細な観測結果が報告されました。この観測により、ダークマターの分布がより詳しく明らかになってきています。一方、ダークエネルギーは、宇宙の膨張を加速させている謎のエネルギーです。1998年の観測で、宇宙の膨張が加速していることが発見されました。これは、宇宙全体に広がる未知のエネルギーの存在を示唆しています。このダークエネルギーの正体は、現代物理学最大の謎の一つとなっています。さらに興味深いことに、ダークエネルギーは重力とは逆向きに働きます。重力が物質を引き寄せようとするのに対し、ダークエネルギーは宇宙を押し広げようとします。この二つの力のバランスが、私たちの宇宙の運命を決定づけているのです。それは、私たちの知的好奇心を刺激し続けています。重力と光の関係は、その最たる例と言えるでしょう。アインシュタインが示したように、私たちの宇宙は深い自己整合性を持っています。この自己整合性は、宇宙の基本法則の美しさを示しています。最近の観測技術の進歩により、この美しさはより鮮明に見えてきました。2023年には、イベントホライズンテレスコープによって、新たなブラックホールの画像が公開されました。この画像は、銀河 M87 の中心にある超巨大ブラックホールの姿を捉えたものです。ブラックホールの周りには、明るく輝くガスの円盤が見えます。この円盤の形は、アインシュタインの理論が予測した通りの形をしていました。さらに興味深いことに、このブラックホールの影の大きさも、理論の予測と完全に一致していました。これは、100年以上前に提唱された理論の正確さを改めて証明するものでした。現在、世界中の科学者たちがさらに詳細な観測を進めています。次世代の観測装置は、より高い解像度でブラックホールを観察することができるようになるでしょう。また、重力波観測も日々進歩しています。ライコとバーコの観測装置は、ブラックホールの合体による重力波を次々と検出しています。これらの観測結果は、すべてアインシュタインの理論と一致しています。しかし、物理学者たちは、まだ完全な理論には到達していません。量子重力理論の探求は、現代物理学最大の挑戦の一つとなっています。この理論は、極めて小さなスケールでの重力の振る舞いを説明しようとするものです。プランク長と呼ばれる、約10のマイナス35乗メートルという極小の世界では、重力の性質が大きく変化すると考えられています。この長さは、原子の大きさと比べても、原子と太陽系の大きさの違いほどの差があります。このような極小の世界では、空間そのものが量子的な性質を持つと考えられています。これは、私たちの日常的な感覚では理解が難しい世界です。例えば、空間が連続的ではなく、離散的な構造を持っている可能性があります。また、時間の流れ方も、私たちが普段経験するものとは全く異なる可能性があります。この領域での研究は、理論的な予測を実験で確かめることが極めて困難です。しかし、ブラックホールの研究が、この問題に新たな光を当てる可能性があります。ブラックホールは、極めて強い重力場と量子効果が同時に重要になる稀有な場所だからです。ブラックホールの特徴的な性質の一つに、ホーキング放射があります。これは、スティーブン・ホーキング博士が1974年に理論的に予見した現象です。量子力学の効果により、ブラックホールの周囲で粒子と反粒子のペアが生成されます。通常、これらの粒子はすぐに消滅しますが、ブラックホールの強い重力場の中では異なる運命をたどります。片方の粒子がブラックホールに吸い込まれ、もう片方が宇宙空間に放出されるのです。この過程で、ブラックホールはわずかにエネルギーを失い、質量が減少していきます。これは、ブラックホールが永遠に存在するわけではなく、極めて長い時間をかけて蒸発していくことを意味します。この現象は、重力と量子力学の両方の効果を含む、極めて興味深い例です。2023年には、実験室で類似の現象を再現することに成功したという報告がありました。音響ブラックホールと呼ばれる径を使用して、ホーキング放射に似た現象が観測されたのです。こ
これは、量子重力理論の研究に新たな可能性を開くものとして注目されています。また、ブラックホールには情報パラドックスと呼ばれる謎も存在します。ブラックホールに落ち込んだ物質の情報は失われてしまうのか、それとも何らかの形で保存されているのか、この問題は、現代物理学の根本的な原理に関わる重要な課題となっています。2024年には、量子重力理論に関する新しい理論的な進展がありました。量子力学と一般相対性理論を統一する試みは、現在も続けられています。この統一理論が完成すれば、宇宙の始まりの瞬間や、ブラックホールの中心で何が起きているのかといった、現在の物理学では答えることができない問題にも光を当てることができるかもしれません。私たちは宇宙の謎を解き明かす途上にいます。2024年、新しい観測技術が続々と実用化されています。例えば、次世代重力波望遠鏡の建設が始まりました。これまでの重力波望遠鏡よりも感度が100倍以上高く、より多くの重力波イベントを観測できるようになります。また、量子もそれを利用した新しい観測技術の開発も進んでいます。この技術により、これまで観測が困難だった微弱な重力場の変化も検出できるようになる可能性があります。宇宙空間からの観測も新たな段階に入ろうとしています。複数の衛星を連携させて、一つの巨大な望遠鏡として機能させる計画が進行中です。これにより、ブラックホールの影をより詳細に観測することが可能になります。さらに、人工知能を活用した新しいデータ解析手法も開発されています。膨大な観測データから、人間の目では見逃してしまうような微細な現象を発見することができるようになってきました。2023年には、このような手法を用いて、新しいタイプの重力レンズ現象が発見されました。これは、複数の銀河が織りなす複雑な重力場によって引き起こされる現象でした。この発見は、宇宙の構造をより深く理解する手がかりとなっています。銀河と銀河の間の空間には、目に見えないダークマターの網目状の構造が存在すると考えられています。これは宇宙の大規模構造と呼ばれ、まるで巨大な蜘蛛の巣のような形をしています。この構造は、宇宙初期の小さな密度の揺らぎから発達してきたものです。重力の働きにより、密度の高い領域にはより多くの物質が集まり、低い領域からは物質が流出していきました。この過程で、現在の宇宙の大規模構造が形成されたと考えられています。2024年の観測では、この構造をより詳細に捉えることに成功しました。特に注目されているのは、銀河団と銀河団を結ぶフィラメントと呼ばれる構造です。これらのフィラメントには、高温のガスが存在することが確認されています。このガスは、X 線で観測することができます。また、重力レンズ効果の観測からは、これらのフィラメントにダークマターが存在することも確認されています。宇宙の大規模構造の研究は、重力の性質をより深く理解する手がかりとなっています。特に興味深いのは、異なるスケールでの重力の振る舞いです。銀河スケールでは、ダークマターの存在を示唆する証拠が数多く見つかっています。一方、銀河団スケールでは、観測された重力効果の一部が、集成重力理論で説明できる可能性も指摘されています。このような観測結果は、私たちの重力についての理解をさらに深める必要性を示しています。2024年には、新しい観測プロジェクトが開始されました。このプロジェクトでは、数千の銀河の運動を同時に観測し、重力場の詳細な地図を作成することを目指しています。また、重力レンズ効果を利用して、ダークマターの分布をより正確に測定する試みも行われています。これらの観測により、宇宙の大規模構造の形成過程がより詳しく明らかになることが期待されています。さらに、これらのデータは、異なる重力理論の検証にも使用されることになるでしょう。このように、宇宙の構造を調べることは、基礎物理学の検証の場としても重要な役割を果たしているのです。そして、その過程で明らかになる宇宙の姿は、私たちの想像をはるかに超える美しさを持っているのです。一見矛盾するように見える説明も、より深い視点から見ると、同じ真理の異なる側面を表現しているに過ぎません。光は波であり、同時に粒子でもあります。重力は時間を遅らせ、同時に空間を歪めます。これらの説明は、
すべて同じ現実の異なる描写なのです。今後も、新しい観測技術や理論の発展により、私たちの理解はさらに深まっていくことでしょう。本日の宇宙の神秘についての動画はいかがでしたでしょうか。もし星々の輝きのように心に残る内容でしたら、チャンネル登録と高評価で応援していただけますと幸いです。今日も素敵な宇宙の時間を共有させていただき、ありがとうございました。